Welcome back to my channel. So today I'd like to share with you 11 secrets for longevity. I interviewed a person who lives in Ogimi village in Okinawa, Japan's most famous village for longevity. By coincidence, this person was the same Mr. Taira who has been introduced in the book Ikigai. His story is very concise and there are many habits that are simple and easy to adopt. So please look forward to watching this video until the very end. これは大木2、30年前までは世界長寿村で、と日本一ではもちろんねだったから、それで各県から福島あたりからもね長野からもたくさんこの大木の研究してまあ結論としてよ、長生きの秘訣はフードもあるだろう、暖かいし年中ね、あるだろうけど塩分がね非常に少ない沖縄の人はご飯の塩分食事の塩分が向こうの人のよりはだいぶ少ない。向こうは漬物食べるでしょ、特に長野あたりはね、漬物よ、沖縄の人はあんまりこういう漬物食べないもん。島らっきょぐらいですね、塩漬けって。そういうこと。DNA もあるんじゃないかな。世界各国に移民してるんですよ、大宜味噌のね、南米、北米。じゃあこの地域で長寿さ大宜味の出身者。そうなんだ、すごい。それも全部調べてきてるんですよ。単に食べ物だけじゃないんだろうなと思いますよね。すごい面白い。じゃあブラジルにいる大宜味の人も大宜味の長寿だ。それでね、僕らカリフォルニアやってて、カリフォルニアの一番長寿者が大宜味の人だ。シークワーサーとかもよく食べてた、大宜味の人はね。昔はほら何もないからな、もう僕らおやつといえばシークワーサーの時期はこれでシークワーサー食べてる。そのまま食べてたんですか？いい皮も入れてる。そのままに苦くで聞こえないよ。でも実際は皮に一番あれがあるらしいね。シークワーサーパーク皮ごとって言ってた、栄養素が入ってるって。でもちょっと苦味があるから子供たちにはあんまりな。やっぱし身だけののが美味しいからね。シークワーサーっていうのはみかんの原種らしいんです。これも我々ももちろん学者の皆さんから聞いて知った話だからさ、原種が2種類あって、1つは四国にある。じゃあこれは栽培されてない。シークワーサーも原種だけど、これは栽培され、大宜味がずっと生きながら生きてきたから、何千年も何万年も。でこのシークワーサーの力っていうのは相当あるんだろう。すごいあるんだ。こういうとほら田んぼ畑がない、土地がないで山と海しかない。海をと活用した魚は食べるし、海藻を食べる、海の海藻をよく食べていた。だから一つのことじゃなくてこういろんなもの重ねて長寿できたんじゃないかって。今長寿じゃないから何も言えないけど肉はほら肉より正月ぐらいで沖縄は豚肉だけで豚肉を牛を食べようない。牛肉とか食べない。沖縄の人みんな豚肉。当時ほら冷蔵庫も何もないからな、まあみんな塩漬けだ。それで塩漬けよく食べてたんだけど、肉も数値化。違う、数値化。正月の2、3ヶ月半年も持てばいい方じゃなかったかな。紙のいっぱいねつけてそれをおかずにしてた。うちの母ちゃんがお母さん？お母さん。大量。毎日あるよ。毎日。なんかもうお肉食べないね。僕らから海だから。で海っていうものはとどまらないんですよね。ずーっと動いてるわけ海は。で色がどんどん変わっていったり、満ちてきたり引いたり、そっちやってるわけだから。平さんなんか部屋からずっと見れるんですもんね。ずっとね。すぐ窓からすぐ見えるさ、だから変わっていくのがどんどん見えるわけ。でもそういうストレスもないんだろうね。僕ら友達でもさ、男8名いたけどね、6名が亡くなってた。
もう2人しか残ってない、だから同級生ですか？みんな那覇に出ててね、やっぱり若い頃、僕らも一時は若い頃ちょっと那覇出ていたけど、あともうでもこっちで生活してるからな。じゃあ都会の方がストレスとかなんかあるんですか？ストレスもね、潮風体にいいっていうのも聞いたことあるけど、この悪いっていう人もいるしね。あ、そうですか。私を風まじって血圧上がるよって言う人もいるしね。皮肉言う人もいるからまあね。体には良さそうですよね。すごい。聞きますよ。僕らが毎日とちょっと開けるんで、甘い風が強いと開けられるから、そのぐらいね。朝の潮風は体にいいってなんか聞きますね。うちの父なんかよく。潮風浴びて。そうそう、潮風浴びに行ってって。何が長寿なのかな、習慣とかね、やっぱり体を動かさんとダメだろうな。都会ではほらパチンコやったりやるけど、この辺には畑があるからな、海行ったり山行ったり野菜作ったりね、これが習慣、生活習慣っていうか体を動かすことがね、わざわざスポーツジムに行って動かさんでも自然のね動いてる。それが精神面もいいしね、一生懸命汗かいてスポーツジムやっても精神的にどうなのかなと思う。畑しながら草むしながら楽しい。僕もこっちにすぐそばにトマト植えてるけど、今いっぱい実がなってるから、これがもう楽しみでね、毎日見て今日はどのぐらいになってるかってこれ今やっぱりこういうのが一つの生き方じゃないのかな。スペインのね、彼来たけど、本書いたんだ、生きがい中。写真も僕と一緒に撮ったけどね、これを読んで世界中から今来てるんですよ。何が生きがいかって言われても、確かに答え難しいけど、で我々がやってるのはもう遊びもするし、碁もする、怒られて碁をする。それでトマト見るし、バナナもたくさんなってるって植えてるからね、バナナ畑草刈りしたり、そんな手入れしながら、それが生きがいなんだろうな。大気味は結構土地がない、だから大きな地主もいないんだ、土地がないわけだから、だから上下の関係があんまりないんだ、大体平等だ全部、そこがいいのかもしれないな。例えば大地主がいて、昔はその小作、そういうのがないんでね、大体みんな大体平等、みんな平等で貧乏である。でもだから今日みたいにお魚いっぱい取れたらみんなで分けて一緒に食べて。また時間。このカメラどうするのこれ、親戚の別で。乾杯。我々はね、日本人も先人までは平均寿命50歳ですよ。これからね、結構80年超。今100年時代って言われてね、2年に1つずつ伸びてること計算になります、1歳ずつ。栄養、昔は食べるものがなくして、みんなね腹ペコして十分な栄養取れなかった、で今はたくさん栄養素、いろんな栄養取れて、カルシウムでも肉類でも、ね、たくさんあるから、でそれが寿命を伸ばしてると、もうこれははっきりしてるね。そうじゃなければ昔の生活だけではダメなんだよ、必ず野菜とか芋食べたら長寿なんてありえなかった。タンパク質がたくさん取れるようになったから寿命が伸びてきた。だから今は逆に取りすぎたってダメです。だから気をつけなさいっていう、シンプルに戻っていく方がいい、もっとシンプルに戻る。でもそれが昔みたいに戻ったらまた短命になっちゃう。あんまり戻りすぎても50歳になっちゃう。バランスが大事っていうかね。今長寿は長野でした。今長寿一番は長野でした。長野県だったけど、去年多分長野だったよ、一番がね。当時はさ、大宜が一番だから、大宜が俺も行って長野に行って、いろんなディスカッションもしたんだ。やったけど、今はさ逆に長野が一番になっちゃった。ね、で長野が塩分よく取るって漬物に食べる。当時はこれが悪いと言われたんだ。今は長野が一番になったから、あ、この塩分が非常にいい作用してるっていうことになってんだ。そういうことになっちゃって。
沖縄は本土内地よりよアメリカフードが早かった。20年早い。沖縄占領してすぐ沖縄アメリカフード持ってきたからな、これ食べないって子供たちがもうこれしか食べなくなっちゃってた。逆にこれが寿命を縮める結果になってんじゃないかなっていうのはね。昔みたいに野菜もたくさん食べてねやってて、さらにタンパク質も取ってればそれ伸びたんだろうけど、逆にこれだけを食べちゃったから。決してまたねアメリカフードが悪いとだけアメリカ人もだから聴衆者がいるわけだからな、だけ悪くないだろうと思うんだけど、がんにかかりやすいっていうのがやっぱしなんかあるんだろうな、食の関係でね。がん細胞持ってます。そういうみんな持ってるだろうけど、だからそれに侵されるっていうのは何かがやっぱり食べ物の関係するんじゃないかなと思ってる。まあこれ僕専門家じゃない、そんなこと言ってない。Alright, I hope you enjoyed this video as much as we did making it. Mr. Tara has such a pure and a cheerful heart, right? I believe that this is also a secret to have a long life. So stay safe, have fun, and thank you for watching as usual. I hope to see you in the next video. Bye bye!